パーソナルトレーナーのゆうじです。パーソナルトレーニングのお申し込み、お問い合わせは概要欄のメールからお願いします。ジムで有酸素運動をやってる人を見て思うことがあります。あの人30分ぐらいやってるかな、もう60分やってるかな、結構長いなと思う時あるんですね。僕は50歳以上の人は有酸素運動は10分でいいんじゃないかなとは思ってるんですね。これなぜかということをね、その理由を詳しく話していきたいんですけども、あくまでこれは僕の考え方ではあります。僕だったらこういうふうに50歳以上の人は進めるなということなんですけれども、そもそもね、有酸素運動をやる目的って何なんでしょうか。有酸素運動にはいろいろありますけれども、ランニング、ウォーキングもあります。それからバイクですね、エアロバイクもあります。あとはエリプティカルマシンというね、足と腕を一緒に動かす有酸素マシンというのもあります。ただ種類はいろいろあるので、有酸素運動というのは今回はランニングということで話をしていきたいと思うんですけども、有酸素運動、ランニングをやっていく目的っていうのはいろいろあると思います。その一つはランニングが好きだからというのはあると思います。好きだったらね、もうそれ以外の理由はいらないんですよね。例えば車でスポーツカーが好きっていうのも2人しか乗れないのに値段が高くて、しかも燃費が悪かったりしますけれども、荷物もあまり乗らないとかね。だけどもそれが好きだったらもうそれはそれ以上の理由はいらないんですね。だからマラソン大会に出るとかランニングをすると気持ちがいいからとかっていうんであればそれはそれで全然構わないんですけれども、それ以外のところでランニングをする目的というのは、あと考えられるのが心肺機能を高めるためというのがありますね。何かね、ちょっと動いた時、ちょっと小走りした時に、すごくゼー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 言うから、このままじゃダメだな、すごく衰えたなと感じるので、ランニングをするっていうのはあると思います。もちろん走るということで、心肺機能を高めるということはできますね。ただこれね、筋トレでもある程度は心肺機能は高められるんですよ。それはやはり筋トレをした時にはあはあ言うような筋トレをするかどうかですね。で、一つは少し重さの筋トレをやっていけば、例えばスクワットかブルガリアンスクワットでちょっと重いのをやっていけば、ぜいぜいはあはあ言いますよね。それも心肺機能を高めることになりますし、あとはインターバルを短くしてテンポよくやっていくとか、スーパーセットで立て続けにやっていくとか、そういう風にしていけば、結構心肺機能を衰えるということは避けられるし、高めることもできるわけですね。なのでそのゴールというのはある程度筋トレでも達成できるとは思います。あと他にランニングをやる目的としては、足を鍛えるためというのはあると思いますね。もちろん筋トレでも足は鍛えるんですけれども、いろんなエクササイズありますけれども、筋トレで鍛えられなくて、ランニングだからこそ鍛えられる部分というのはあるんですね。筋トレで鍛えられない部分というのは、まずはこの足首なんですね。足首周りは筋トレではなかなか鍛えられないです。このふくらはぎというのは鍛えられます。なんですけど、このアキレス腱とか、この足首の周りについている腱とか、この辺っていうのは、走る、つまり地面をパンと踏むような、こういう動作がなければなかなか強くなってこないので、この辺は走るということ、地面をポンポンポンとかって踏むようなことを頻繁にやっていかなければ、これから10年後、20年後にふとした時に、つまずいて捻挫したみたいなことが起きてしまうんですね。こんな自分じゃなかったのにみたいなのが。そういったためにはランニングをする必要もあるでしょうし、あとは、ここのね、大腿筋膜腸筋って言って、こうやって触るとちょっと太いものがありますね。この辺り。ちょっと少し横の方ですね。で、これが大腿筋膜腸筋の上の部分になってくるんですけど、この辺りというのが走らない、あるいは歩かなければかなり弱くなってくるんですね。よくあることで、久々に運動しました。例えば、全然運動しなくて、久々にジムに行きました。そしてスクワットとかランジとかやりました。そして最後に開脚のストレッチをやりますって時、ここのところグッとつる時あるじゃないですか。それはこの大腿筋膜腸筋が今まであまり使われてなくて急に使ったので、開脚で収縮すると痙攣してしまうという風になってしまうんですね。で、ここの部分っていうのはジムでスクワット、ランジをやっててもそんなに鍛えられないですよ。これは走るということ。つまりこれで足を上げる、そして足を踏む。この両方で使っていくんですけど、これがあまりゆっくりと地面を踏むような筋トレでは使われないので、こういったところの能力は筋トレだけでは衰えやすいので、走った方がいいです。あとは方向筋といって、この膝の裏からずっと上がってきて、骨盤の上の方までついている筋肉があるんですけど、これは足をこういうふうに屈曲させる、こういう力を発揮するわけですね。こういうふうに。これはね、走る時に使う筋肉じゃないですか。足を引き寄せるような感じでね。この動きってやっぱり筋トレには基本ないじゃないですか。しかもこれを早くパンパンっていうことはないので。こういった筋肉が衰えやすいんですけど、それって衰えたらダメなの？弱いままだったらなんか問題あるのってそう思うかもしれないんですけど、やっぱりね、走るというのは走る能力を衰えさせないということがあって、走るというのは体をクロスして使っていくので、対角線上に収縮させながら使っていく運動で、このクロスさせながら体を連動させていくという、その能力が上がってくるわけですね。なので、走る練習をして、走る動きが上手い人というのは歩き方がいいわけですね。で、歩き方が良ければ足の故障も少ないということです。だからその全体の使い方が上手い。それから個別のこういうパートも強いので、
足の故障とか怪我が少ないということなので、そういう意味では走るべきか走らなくてもいいのかというと、走った方がいいと思います。ただ僕はこれが10分で今言ったようなことは強化できるとは思っています。速度はいろいろありますけども、最初はゆっくりウォーキングから始めて早歩きになって、それから軽いジョギングにして徐々にスピードを上げていくような感じで、10分がかなりきついなというような感じの速さにしていくというのが、ゴールにしていくという感じで徐々に上げていく、そして早めで走っていくというふうにやっていけば、今言ったようなことが強化されるので、それは10分で強化できると思います。あとはジムでランニングマシンで走るのと外を走るのでは全然違うんですね。ランニングマシンというのは下のベルトが流れますね。後ろに流れます。で、そうすると地面がスッといくので、意外とさっき言った足首周りとか、あるいはふくらはぎの筋肉、ふくらはぎまでこうパンと強くつくんですが、そういう筋肉をあまり使わないんですね。実際の地面の場合には自分が地面を蹴らなければ前に進まないので、走るならどっちかというと外、地面を踏みながら走った方が体が鍛えられます。あともう一つね、大事な目的残ってますね。それはお腹の体脂肪を落とすため。多くはこれだと思うんですね。走る、そして有酸素運動をやっている人の多くの人の目的はここが多いとは思うんですね。なんですけれども、体脂肪を落とすために走る有酸素運動と思っている人の場合には、有酸素運動が長くて筋トレが少なくなりがちなんですね。有酸素運動は30分あるいは1時間やるけれども、筋トレは15分で終わりみたいなことが結構あるので、そこの部分がね、ちょっと僕の引っかかるところではあるんですね。体脂肪燃焼については、有酸素運動はその運動している時間の中でかなり高い割合で体脂肪をエネルギーにしていきます。で、筋トレは体脂肪をエネルギーにはしていかないですね。筋肉の中のグリコーゲンをエネルギーにして筋トレをやっていくので、運動中には体脂肪は使わないんですけれども、筋トレにはアフターバーン効果というのがあって、これは運動直後から48時間、あるいは72時間くらい代謝が上がってカロリーが消費され続けるというものがあるんですね。これは筋トレというのは基本的には強度が高い、きついものだからそれが起きるわけですけども、このアフターバーンというのは筋トレによって疲労した体を回復させるために体の中で多くの酸素が消費される。その時に余分なカロリーを消費するということですね。それから筋トレ直後から48時間程度は血流がすごく良くなります。そして交感神経やホルモンの働きが活発化するので、とにかく体脂肪を燃やしやすいような状態にはなっているということですね。そして筋トレではエネルギーとして体内のグリコーゲンを使っていくので、それが消費されて少なくなってくると、体はその後体脂肪をエネルギーとして使いやすくなるので、有酸素運動、筋トレの前か後かということで悩む人もいるかと思うんですけれども、これは筋トレの後に有酸素運動をやった方が体脂肪は燃焼しやすいということですね。ただ有酸素運動は別な時でもいいんですよ。今言った体の中のグリコーゲンがなくなってきてから体脂肪をエネルギーとして使っていくので、少しお腹が空いている時、空腹時に有酸素運動をやっていくのが体脂肪を燃焼するには有効なわけですね。だから多くのボディビルダーは大会前に体脂肪を絞っていく時には朝起きてすぐ BCAA だけ飲んで、それからエアロバイクとか軽いジョギングをやっていったりします。そういう空腹時に有酸素運動をやるというのも、タイミングとしてはいいということですね。なので有酸素運動、ランニングをしなくてもいいというわけではなくて、ランニングもやった方がいいんですけれども、ただね、ランニング、有酸素運動で体脂肪を燃やすぞっていうふうに、そこだけ考えている人の場合には、筋トレが少なすぎるというのは、僕が気になるところなわけですね。で、筋トレというのは筋肉の形を作ります。かっこよくなります。そして筋肉の量が増えれば代謝が上がります。何もしてない時のエネルギー消費も増えるということですね。この部分がランニングではあまり達成できないということなんですね。ちょっとこちらの表を見てほしいんですけど、これ今言ったことを五角形の表にしてみたんですね。で、こちらは筋トレの効果に関する五角形の表なんですけども、筋トレでは筋力、そして筋肉の量というところは当然レベルが高いところで達成できるわけで、そして体脂肪燃焼もアフターバーン効果によって結構ね燃焼されていくんですね。だから頻繁に筋トレをしっかりやっていけば、十分ね体脂肪をね落とすことも可能なんですけど、そして心肺機能もそれなりに高く維持することができる。だけれども走る能力というのは当然走らないと上がらないので、ここの達成レベルというのは少し低いですね。で、こちらのランニングの方の表を見てもらうと、筋力、そして筋肉の量というのは、なかなかこのゴールを達成するのは難しいですね。で、体脂肪燃焼、心肺機能、走る能力。で、このあたりを達成するためには走った方がいいということですね。で、この2つを重ねてみると、当然のことながら、あらゆるところで目的を高いレベルで達成できるということですね。そしてね、これをね、50歳以上に当てはめて考えてみます。時間は多くない。やっぱりいろいろ仕事もある。
いろいろ他に用事もある。まだ子育てがある人もいます。だけれども筋肉をつけてかっこいい体になりたい。体脂肪も減らしたい。ただそういう希望の中で歩くとか走る能力は下がっている。そして体の動かし方、さっき言った走る時の対角線上に体をねじりながら動かすような、そういった動く能力というのは衰えてきているので、こういったところはやはり強化していかなければ、後々ね、70歳、80歳の時困っちゃうわけですね。だけども有酸素運動が長い人の場合には、有酸素運動が60分、筋トレが15分、ストレッチを10分やるとして、85分時間がかかる。時間はこんな感じですが、筋トレ部分が少なくて、かっこよくなるとか、代謝を上げるというのはなかなか達成しにくいということですね。で、有酸素運動が長ければ長いほど逆に筋肉を分解してしまうということも起きやすいので、よりね、見栄えのいい体は作りにくいというふうにはなっています。そして有酸素運動も筋トレも両方しっかりやろうと思うと、有酸素運動が40分、筋トレが40分、ストレッチが10分など90分の、これ結構時間をね、費やすことになってくるので、僕はここを有酸素運動10分にして筋トレに時間を割くべきだと思ってるんですね。僕が勧める割合としては、有酸素運動が10分、筋トレが40分、そしてストレッチが10分弱くらいにして、60分、60分以内で収める方が、いろいろなポイントにおいて、レベルの高い体作りができるんじゃないかなと思います。で、このね、有酸素の10分っていうのはさっき言ったように、歩くとか早歩きをするというところから始めて、徐々にレベルを上げていって、ちょっと早めで走っていくという10分にしてほしいということですね。そういった割合でやっていくのが50歳以上にとっては一番ベストな方法かなと思います。走ることに関してはね、すごく体重がある人の場合にはいきなり走ることはできないので、それはね、ウォーキング早歩きから始めてということになってきますので、そこら辺はね、ゆっくり進めてください。なので走らなくていいわけではなくて、だけども反面有酸素運動が長すぎて筋トレが少なすぎというのは、かっこいい体、そして動ける強い、怪我をしない体というのはなかなか作りにくいので、今言ったような感じの割合でトレーニングを考えていくというのがいいかなと思っています。逆に言えばね、まだね、ランニングをやってない人は少しそういうものを取り入れてやってみましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。インスタなどもやってますのでフォローよろしくお願いします。パーソナルトレーナーのゆうじでした。